映画監督の伊丹十三さんがマンションの駐車場で血を流して死んでいるのが見つかりました。伊丹さんの事務所からは遺書が見つかっておりまして、1997年12月20日、映画監督伊丹十三は突然この世を去りました。その死は自殺とされていますが、暴力団との対立や襲撃事件が関与している可能性が取り沙汰されています。数年前、彼はある映画の公開をきっかけに、命を狙われるという事件にも巻き込まれていました。なぜ彼は命を懸けてまで、映画を通じて社会に訴えかけたのでしょうか。伊丹の生涯に残る謎を追い、その真相に迫ります。伊丹十三の映画監督としての人生は、ここから始まりました。1984年、51歳で映画監督に転身した彼は、俳優やエッセイストとして成功してきたが、その新たな道は、彼にとって未知の挑戦でした。彼は10年以上にわたり監督業を続け、10作品を世に送り出し、現実社会に対する鋭い批判や洞察を描き続けました。だが、その挑戦は、単なる娯楽作品の制作ではなく、命を懸けた戦いであったことを後に誰もが知ることになります。お葬式、彼のデビュー作。この作品で伊丹は、葬式という厳粛な場面を描きながら、人々の心の奥底にある生と死の問題に深く切り込んでいきました。葬儀という場の緊張感と家族の混乱を描く中で、笑いを通じて人間の本質を浮き彫りにしました。はい、体もっと低く低く低く。はい、はい、それでいいか、いいか。これでいいわ。今度はみんなわしの方見て。いいか、打つと。この映画は日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞し、伊丹は映画監督として一気にその名を広めました。しかし、これは彼の挑戦の始まりに過ぎませんでした。1987年公開のマルサの女、税務調査官が巨額の脱税を暴くために立ち向かう物語です。彼らをマルサという。何が税務署だ。来るなら来てみやがれ。これは何のお金ですか。他にいくらも悪いことやってるやついるんだろう。なんでそっちから取らないんだよ。もちろん取りますよ。伊丹はこの映画で富裕層や権力層の腐敗に正面から挑みました。彼の鋭い批判は単なるエンターテインメントを超え、社会の問題に鋭く切り込むものでした。マルサの女は日本アカデミー賞を再び受賞し、伊丹の名声はさらに高まりました。しかし、この成功の裏には、彼が社会の不正に対して強い信念を持っていたことがありました。彼の信念は、次第に現実社会に影響を与え始めます。1992年5月22日夜、伊丹は自宅近くで3人組の男たちに襲撃され、命を奪われかけるほどの重傷を負いました。その理由は、彼が公開した映画、民法の女が暴力団の怒りを買ったからでした。ヤクザたちが長領を欲しいままにしていた。おう！さっきから黙って聞いてりゃいい気になりやがって。私、弁護士の井上真昼。今日から君たちの面倒見ることになったの。暴力団の民事介入に毅然と立ち向かうこの映画は、現実の暴力団社会に大きな波紋を広げたのです。伊丹は命の危険を顧みずに、社会の不正と戦うという決意を持ち続けました。襲撃の瞬間、彼は自らの命が奪われる恐怖に直面しました。歯が肌に触れた瞬間、彼は自らの死を意識せざるを得なかった。しかし、伊丹はその恐怖に屈することなく、自分の信念を貫きました。ただ自分の心情に従って作った映画でね、そういうことになったわけですから、そのこと自体ね、映画を作ったこと自体を後悔する気持ちはありません。全治3ヶ月の重傷を負い、小指が曲がらなくなる後遺症を抱えましたが、彼は不屈の精神で復活を遂げたのです。襲撃事件から7ヶ月後、犯行に加わった暴力団組員5名が逮捕され、裁判の過程でその背後にあった組織の影が明らかにされました。しかし、
この事件は単なる襲撃事件にとどまらず、言論の自由に対する暴力団の挑戦でもありました。表現の自由、あるいは言論の自由といった現在の民主主義社会を、支えている一番大事な根本的な原則に対する、重大な挑戦、由々しい犯罪であるというふうに、受け止めねばならないだろうというふうに思います。伊丹は暴力団に屈することなく、さらにその活動を強化していきました。1997年、伊丹は映画「マルタイの女」を発表しました。この作品では、暴力団に命を狙われた女優が主人公として登場します。この映画は、まさに彼が体験した襲撃事件をベースにしたものであり、暴力団との対立を恐れずに描いたフィクションです。しかし、その裏には彼自身の苦しみと強い決意が反映されています。自分の信念に従い、脅迫に屈しなかった伊丹は、この作品で再びその意志を観客に強く訴えかけました。マルタイの女は、伊丹が自身の経験をもとに描いた作品であり、彼の信念が色濃く反映されたものでした。どんな圧力にも屈せず、真実を追求し続ける彼の姿勢は、観客に深く共感されました。1997年12月20日、彼は突然この世を去りました。その死は公式には自殺とされていますが、多くの謎が残されています。暴力団との対立、襲撃事件、そして彼が残した作品のメッセージ。これらすべてがつながり、伊丹十三の生涯は決してただの映画監督の物語ではないことを物語っています。彼の映画が問いかけたもの、それは社会に対して正義を貫き通すことの意味です。あなたなら、この問いにどう答えますか？はい、よーい、スタート！